皆さん、こむれです。マサは公式クリエイターのたつまれです。今回の動画は、〇〇現金、紙引きの正体と推奨ラインを解説ということで、イースターイベントの解説をやっていきます。また、メンバーシップでは、最新の検証やイベントを実施してます。今、一番熱いグループということで、個々の悩みを吹き飛ばすを目標に活動してます。詳しくなりたいなら、ぜひご検討ください。それではメインイベントの解説をやっていきます。レッツゴー。今回のイースターイベント、効率を求めるなら〇〇ということで、まず結論から言います。25マス全明け一択となってます。まあ良かれと思ってやってるリセット術は実は最大の罠ということを、そのロジックを今から説明していきます。はい、イベントの概要なんですけども、各ラウンド開始1から57からランダムで25個の数字が選ばれ、数字が構成されますということで、2、イースターギフトボックスを開くとランダムで数字が1つ、抽選されます。で、抽選した数字は含まれている場合、対応するマスが点灯します。3、点灯したマスが横一列または縦一列につながるとライン報酬を獲得できます。ライン報酬を3つ獲得するとラウンドの対象が解放されます。数字は、ご覧の通り3段階あり、レベルが上がるほど報酬も豪華になっていきます。普通数字がデフォルトレベルで、ライン報酬を1回獲得するごとに 2% の確率で、次のラウンドか100変数字にレベルアップします。確率は累積可能で最大 20%、ラウンドごとにリセットされます。で、次、レベル2、100変数字は、この、最大 20% のラウンド突破率を突破した時にレベルアップします。で、報酬が大幅に強化された数字で約通常の 4.5 倍ほどの資源に期待できます。で、ライン報酬を1回獲得するごとに 1.2% の確率でラウンドが、レベル3、宣言数字にレベルアップします。レベルアップしなかった場合は、次のラウンド普通数字に戻ってしまいます。こちらも確率は累積可能で最大 12%、ラウンドごとにリセットということになっています。次、宣言数字は最上位の数字で最も報酬が豪華です。次のラウンドは絶対普通数字に戻りますということで、こちらの期待値はなんと7.6 倍とされています。普通から宣言まで一体どれぐらいで達成できるのかを調査した結果、約 2.4% しかありませんでした。回数で言うと約42回に1度ほどとなっていて、かなり荒めなイベントですね。次、このイベントはいかに早くビンゴ数を稼ぎ、接続報酬の獲得をしながら多く100変宣言に入れられるかです。このイベントには落とし穴があり、一つは3ラインリセットもある程度近しい期待値がある点です。3ライン到達報酬はこちらの方が稼げます。二つ目、各マスにアイテムが入っているわけではないということです。バライベとは違い、当たりを引いたらリセットするということができない点。同様に考えてはダメっていうことですね。で、ビンゴしないとアイテムが獲得できない点が最大の罠となってます。つまりライン数も序盤は外れる可能性がとても高くて、後半につれてアイテムの獲得とライン数が大幅に増加するから、後半に期待値が集約されてるっていう落とし穴がありますね。次、このイベントはどんな人向けなのっていうことで、
まずは推奨したい課金レベル帯を説明します。はい。100変1000元の期待値に大きく割を持っていかれているため、中課金から重課金向けとなります。では、具体的にどれほどの試行回数は欲しいか説明します。辰丸的おすすめは、ボックス1000個で目標ライン200を目指すパターンと、1750で目標ライン350を目指すパターンと、イースターボックス3500個で目標ライン800を目指す、この3つをおすすめします。ちなみにイースターボックス3500個あれば、都市スキンは高確率で狙えるラインですね。次、アイテム基準でどのような方向けか見ていきます。これは実際の獲得記録となります。歌唱、英雄装備、量子装備、宝石装備、ダイヤ、精錬石がメインの報酬となっています。コインの占領率が 45% なのにメイン報酬なのと思うかもしれないですが、訳があります。今回のイベントでは外れ枠が加速ぐらいしかなくって、一般資源が含まれてない点、価値が上がっているわけですね。また、英雄装備宝箱の占有率も高く、レジェンド装備不足の方にもお勧めできます。また、比較的安価で都市スキンを獲得したい方にもおすすめとなってます。まず、国内競争がない点、一定数課金すれば獲得できる可能性は高いです。先ほど紹介した通り、初期箱3000個もあれば高確率で都市スキンが獲得できる可能性が高いイベントとなってます。次、美課金はどうすればいいのっていう声も多いかと思います。安心してください。おすすめのパックはあります。この2つのパックを購入してください。付属の内容物も高価ですし、なんといってもデイリー報酬が2倍となります。ただ注意点があって、購入するならなるべく早く購入してください。デイリー報酬が2倍ということは、遅く買えば買うほどその恩恵を受けられず、本来のパックの価値を発揮することができなくなります。この方法ならイベントに参加しつつ、総合的に強化したい美課金プレイヤーも楽しめるのではと思います。次、おすすめ交換アイテムは何なのかを紹介していきます。前提として覚えておいてほしいのが、これまでの季節イベントより交換アイテムのお得度は少し下がっています。ただ、例えばミセリルがお得でないという安直な考えは少し的外れです。なぜならコインの占有率は 45% ありますが、価値自体を下げてライン報酬に割を持っていっているからですね。このアイテム欄の中でどれと交換するかだけ考えてたらいいです。はい、具体的な辰丸の中でのトップ5を紹介していきます。いや、トップ5ではないな。5000やな。一つ目、縞装飾。これはコインの価値一見高くなってるように見えますが、コインの価値から考えると、縞装飾はお得です。で、2、あえて飛ばします。3、宝石飛天。これも、通常パックと変わらないぐらいに見えますが、全体的にその他アイテムも割高に設定されているので、このショップでは宝石飛天、ミスレルも優先交換しましょう。5、購入制限があるホットの英雄装備宝箱も選択肢に入れてもいいです。そして、都市スキン。このイベントのコイン獲得期待値から計算すると、6万円弱で4万5000コイン獲得できる可能性が高いです。これはその他季節イベントの都市スキンより安価で手に入る可能性が高いということです。運が良ければ4万円ほどで獲得できる人も出てきます。トップ10縛りもないので、普段獲得できない方は狙ってみてもいいかもしれませんね。
辰丸も実際画像の通り、1万円ほどで 1.7 万コインの獲得ができました。これに関しては超上振れてるので、参考にするのは危ないかもしれませんが、振れ幅の大きいイベントでもありますし、予算と相談してみて、このあたりは最終的にジャッジしてもらえればなと思います。最後、まとめに入ります。無課金プレイヤーはスルーでも OK です。試行回数が少ない場合、振れ幅が大きいためスルーした方が安牌です。微課金プレイヤーはデイリーパック報酬が2倍になるもののみ交換して、イベントを楽しむのがいいかなと思います。中課金プレイヤーは接続ライン報酬を基準にしてみましょう。その上で全体的に強化したい方には向いています。重課金プレイヤーも同様ですが、すごく注意が必要です。例えば宝石単体専門家、ペットにしか伸びしろがない場合、スルーしてください。辰丸の動画を見てくれてありがとう。この動画がいいと思ったら、グッドボタン、コメント、チャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。またね。